はい、皆さん、ご無沙汰しております。いや、去年、2023年の9月ぐらいからですね、急に忙しくなってしまってですね、ワールドツアーがあったり、って言ってもアジアだけなんですけど、あとはもう毎週のようにレコーディングの仕事があったりしてですね、もう全然取れませんでした。ネタがね、なくなったんですけど、それ以上にちょっと、個人的にね、忙しくてですね、ありがたいことに、だいぶコロナ禍による、音楽活動の制限が、緩まってきたのかなっていう前の状態に戻りつつあるのかなっていうのを個人的に強く、感じております。これからもですね、ネタがないのに無理やり動画を投稿するってことはないですけど、有益なね情報とか発見とかあったら、従来通り、配信できればなと思います。てなわけで今回はですね、三味線で使う動作、右手の、関節の動きっていうのを確認していきたいなと思います。でこれ確認して何が嬉しいかっていう話をすると、どういう自分がねどういう動作をしてるか、どういう動きをしてるのかっていうのをこれより細かく、理解することで、もちろん意識も鮮明になりますし、正しく音が出ると当然のことながら。で正しい音が出なかったっていう時に、何かしらのエラー動作をしてるんだろうなという、目星がつく、原因を追求しやすいっていうので、体のコントロールっていうのはすごく、重要になってくると。いうことで、そんなに多くないです。4つぐらい紹介できれば十分かなと思いますので、早速見ていきましょう。でまずはですね、1個目は、屈曲伸展。肘をこう曲げ伸ばしする。これ屈曲伸展ですね。で、これどういうシチュエーションで使うかっていうと、前後鉢。前鉢だったら、肘を屈曲させて前に行く。で、後ろだったら伸ばして伸展して後ろに行くっていう、こういう動きですね。で、これは別に苦手な人見たことないんで、特に深く説明しなくても、全然問題ないかなと思います。これで次に、海内海外。海内海外っていうのは、この肘から手首まで、この前腕部分、これを回転させるんですよね。頭骨と尺骨って2本骨ありますけれども、こいつをこうくるくるってしてあげると。手のひらが下になったり上になったりみたいなね、そういった状態。これは海内海外。で、これをね、後ろ鉢で使いたいわけですよ。海内海外って。こう、いわゆる後ろ鉢の叩きの動作。すくいもそうか。振り上げるときに海外で、振り下ろすときに海内したいな。で、大体、45度ぐらい、川から45度ぐらい海外すれば、大方、個人差あるんですけれども、大体、音量 100% 出るかなっていう感じですね。そう。だからこれが30度とか、20度とか下がってきちゃうと音量が下がっちゃう。十分に叩けてないなっていう印象になっちゃうと。で別に45度以上振ってもいいんですけど、音量は別に 100% 上がるわけではないし、単純にミスの確率とか、余計に疲れちゃうんで、上げればいいってもんでもないかなっていう感じ。だいたい45度ぐらいに収まってくるんじゃないかなと思います。そうっていうのが、海内海外の働き。ほんで次は、外旋内旋って言って、肩から肘のこう上腕、これをこうくるくる回す。上腕骨をこうやって回すと、海外、海内という感じになります。で、これいつ使うかっていうと、前鉢で連続するとき、こう、とか、こういう前鉢でこうチャカチャカやってる時の動きですね。で、これは、後ろ鉢と打って変わって、海内海外しちゃまずいんですね。内旋外旋でやんないと、海内海外しちゃうとね、この皮に対してのこのバチの角度っていうのが変わっちゃうんですよ。今これ海内海外してるんですけど。でこれやっちゃうと叩きはでかいけどすくいはちっちゃいっていうなんかこうフレーズの音量音粒が揃わないガタガタしちゃうんですよね。とか、すくいが引っかかってちょっと前鉢ちょっと海内海外でやってみますけど、みたいなこういうガタガタしたやつ、このみたいなこう滑らかな感じになんないんですよね。そうだからこう海内海外を0にして内旋外旋100でいかないといけないっていうね。でそうすると、バチの角度が常に川から一定で、叩きもすくいも両方こう音粒が揃ってる、音質が揃ってる、音量も揃ってるっていう状態になります。で、
今度ね、後ろ鉢の時に、さっきちょっと外旋内旋の説明する前だったから言わなかったですけど、後ろ鉢で、たまに良くないのを見るのは、海内海外をしないってことはないんですよ。してるんだけど、内旋外旋も入っちゃう。だから45度振り上げるは振り上げるんだけど、そっからさらに、こう、手が上がっちゃう。皮から手が離れるっていうのはもう外旋内旋しちゃってるんですよ。こういう叩き方になっちゃう。で、そうするとこれ良くなくて、海内海外だけで音量 100% 出るから、別にそれでいいんだけど、より力もうと思うとやっぱ内旋外旋しちゃいたくなって、でそれが皮と糸をこう結ぶ垂直線上にバチが振り上がってると、いわゆるその狙ってる糸にちゃんと当たる。でこれがこう斜めになったりすると、その1の糸引きたいのに2の糸ジャーンって当たっちゃったりとか、あとね、こういうミス、このガガっていうね、この音が出ないやつね、このってなんなくて、でこう糸にこうバチが引っかかっちゃうっていうミス。これも全部結局はその糸の真上からバチを叩いてないだけなんですね。こう斜めに入るとなっちゃう。でこれは内旋外旋をするとこれが起こっちゃうわけですね。手から皮から手が離れたら基本的に負けなんですよ。前鉢が連続してる時っていうのは、せいぜい2、3センチだからいいんだけれども、後ろ鉢の時に思いっきりブンってこう外旋しちゃうと、正しい鉢の軌道からこうそれちゃうんで、ミスが発生しやすくなるというので、後ろ鉢の時は海内海外100の外旋内旋0で、前鉢の時は打って変わって外旋内旋100の海内海外0で、この0にするのが意外と難しい。100やれって言ってやるのはできるんですよ。だから外旋内旋しましょうっつってそれはできる。で、海内海外だけしましょう。これもできる。だけど、海内海外を止めて内旋外旋100しましょうとか、外旋内旋を止めて海内海外 100% やりましょうって、この止めてっていうのが結構できない。つい連動して動いちゃうんで、この海内海外っていうのと内旋外旋っていうのを2つにちゃんと分けて独立して、動作ができるっていう、これがね、もう三味線上達にもうかなり近道というか重要な要素なんですよね。これ結構ね、その三味線持っちゃってるとできないから、もうお風呂入ってる時とかトイレ入ってる時とかでもいいけれども、今外旋内旋してるぞっていう、外旋内旋外旋内旋っていうこの感覚をね、よく何回もちょっと反復する。で、海内海外だけやってるぞみたいな。外旋内旋はしないぞみたいな。海内海外だけ、外旋内旋だけみたいなね。この筋肉を使っている筋肉をちゃんとこう二分するっていうか、内旋外旋と海内海外をこうはっきり分けられるとかなり。で、ゆくゆくはちょっと難しいんですけど、クレッシェンドだんだん大きくとか、ディミヌエンドみたいにだんだん小さくってなった時に、この0100が100になるまでこうグラデーションのようにここが切り替わっていく。切り替わるっていうか、だんだん割合がちょっとずつ変わっていくみたいなね。いうのがあると、前鉢からだんだん後ろ鉢に行けたり、後ろ鉢からだんだん前鉢に行くみたいなことが、複雑なことができるようになると。でまずは、海内海外と外旋内旋こうパッキリ、分けられるようにね、この感覚全然違うんだぞっていうのを、勉強していくといいかなと思います。で次で最後、頭屈尺屈で、これは前に説明したことがあります。要するにその正しい糸の内訳、1の糸なのか3の糸なのかっていうのを、手首を親指側に倒すと頭屈で、3の糸側に倒すと尺屈っていうんですけど、これで、正しい糸を打ち分けてる。この手首の角度によって打ち分けてるっていう感じ。これ決してこの右腕を乗っけてるこの腕の置く位置で調整しないこと。腕を引っ込めたり出したりしてやってると、もう毎回基準が変わって、多分もうねじめとかできなくなっちゃうし、当然早くも弾けないし、ミスも増えるという感じなんで、どの糸を打ちたいかっていうのはもう手首の曲げ具合、頭屈なのか尺屈なのかだけで、狙い分けてくださいと。はい、という感じです。あとね、一応その手首の、手首どれぐらい曲げるか、難しいな。小屈背屈っていうんですけど、手のひら側に手首を倒すか、手の甲側に倒すか、手の甲側に倒すってことはないんだけれども、絶対手のひら側に、倒すんですけど、でこれは別に深く曲げればいいってもんじゃない。90度なのか、なんか70度ぐらいでいいのかとかっていう話なんですけど、でこれはねじめをした状態から人差し指、中指、薬指
の、爪とかが指が皮に当たんないぐらいちょっと立てる。1ミリでもいいから、浮いてればいい。手首が90、そうなるとね、90度じゃなくて、ちょっと、伸びる。ちょっと背屈側になると、背屈側っていうか、深く曲げなくていい。ちょっと浅く、手首をやや伸ばし気味になると思うんですけれども、で、そっからは、もうこのパラメータ変えない。もうそれ以上、演奏の途中で小屈したり、背屈したりとかっていうのも絶対ない。もう固定したまんま、弾いていくっていう感じなんで、これはその小屈か背屈かっていうのは三味線の動作には入ってこないかなという感じで、今日は、除外しましたというので、おさらいすると、屈曲伸展、前後を動かしたいぞっていう動き、それから界内界外、後ろ鉢を叩いたりすくったりする時の、腕の振りというか、手首の振りというかっていうパラメータで、それから外旋内旋、前鉢で叩いたりすくったりする時の動き、鉢の角度を皮から一定に保ちたい、変えたくないで、それでもって早く弾きたいっていう時の動き、それから最後に頭屈尺屈っていう、どの糸を打ち分けたいのかっていう、狙いたいのかっていう、手首の動き、この以上のね4つを気にしてできると、右腕は完璧な動きになるんじゃないかなと思います。次回は、左腕の方もね、ちょっと見ていきたいので、そちらもぜひご視聴ください。それでは。